こいつがその気になったら俺やられる可能性あるわ。今ですね、ジンバブエのビクトリアフォールズにあるボーダー出国手続きをしたところです。今からザンビア側のイミグレーションでザンビアに入国しようとしているところでございます。で、このジンバブエとザンビアの国境越えっていうのは数えきれないぐらいの日本人が行っていると思うんですけど、ちょっとドキドキしますね。今後ろにいるサイクル力車みたいな人がザンビア側の国境まで行ってやるよと。で、2ドルでいいよって言われて、で、お金ないからって言って断って、じゃあ1ドルでいいよって言われて安いなと思ったんだけどやめましたセネガルのせいでキャッシングできない意味で現金がないので1ドルすらケチって歩いていきます。国境を抜けるこの道もうすぐ左にビクトリアフォールズが撒き散らしてると思える水源が上がってますね。で、この辺も道路ちょっと濡れてるんですよね。最近めちゃくちゃずっと天気いいからこっちまで滝の水が届くこともあるんでしょうね。はい、そしていよいよ橋にたどり着きました。昨日ビクトリアフォールズ公園の中から見た橋ですね。確かこの橋の上の真ん中ぐらいがジンバブエとザンビアのボーダーになってたと思います。はい、橋のですね中央付近につきましてですね、ありました You are now entering Zambia ということで、ここから先がザンビアですね。ここは国境ということで、今までこんなことはやりませんでしたが飛び越えようと思います。ではジンバブエありがとう。ではザンビアに入国します。ということでねということでザンビアに入国しました。ザンビア側に入ったら橋からもちょっとビクトリアフォールズが見えますね。といってもまあ水源がすごくてあんまよくは見えないけど、まあザンビア側行きましょう。今橋を渡り切ったところです。すんごいせこいこと言うと、この国境越えをすれば無料でビクトリアフォールズ見ることができます。はい、Welcome to Zambia ワールドヘリテージサイトリビングストーンザンビアということでザンビアですね。ということでですね、歩いて今11時13分ザンビア側のイミグレーションに着きました。では入国手続きしたいと思います。はい、入国手続き完了しました。ちょっとだけ並んでたんでちょっと時間かかりましたね。ザンビア側のイミグレーションからリビングストーンのホテルまでなんですけど結構距離があってちょっと歩くのはしんどい感じなんですよね。まあ10ドルでどうだって言ってきた人がいて、でまあそれが下がって5ドルって言ってきてずっと付きまとってきた人がいるんですけど、多分それより安くなると思うんでそれをずっと断り続けてました。でもう一人の人は、最初5ドルって言ってたけど他の乗客見つけたら2ドルにしてやるよって言ってて、ちょっと待ってろっていうような感じだったんで、どれぐらい待つことになるかわかんないけど、できれば2ドルで行こうと思います。結局乗客私だけでしたね。11時40分ボーダーを出発します。はい、ちゃんと2ドルで送り届けてきてくれました。で、今日から泊まるのがですね、ここフォルティタワーズっていうホテルになります。場所がいいから結構有名っぽいですね。チェックインしようと思います。まだ早いけど、11時55分です。レセプションに来ましたが誰もいませんでした。で、その代わり可愛い猫ちゃんがいましたね。はいはいっていう感じです。今チェックイン手続きをしようとしたんですけど、あと数十分待ってくれっていう話でした。お金の両替をしようと思います。ジンバブエだとアメリカドルそのまま使えたりクレカ使ってたんですけど、ザンビアでは現地通貨ちょっと必要そうなので、フォルティタワーズホテルのほんとすぐ隣に、両替所があって、アメリカドルに関しては結構いいレートだと思います。50ドル両替しました。ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、あさってこのリビングストーンからバスでザンビアの首都のルサカに向かおうと思っているので、あさってのバスチケットを買えたら買いたいと思います。このバス停もですね、フォルティタワーズホテルからすぐ近くなので、歩いていこうと思います。今両替所からバスターミナルに向かっているところなんですけど、なんもないとこですね。バスターミナルここか。ターミナルの入り口でこの兄ちゃんたちがこっちついてこいって言ったんですけど、どういうことですかちょっと様子見てみましょう。なるほど、よくわかりました。この中いろんなバス会社が乱立してるんですね。だからさっきの兄ちゃんたちも自分のバス会社に引き込もうとしてただけだ。だから悪いやつじゃない。どうやら料金一緒っすね。料金は一緒だけど、なんか大きいバスとバンの車のところもありましたね。
ということでめちゃくちゃ迷ったんですけど、普通の大型バスにしました。なんとなくで、料金410クワチャ、ちょっと残念ながら現金のみでしたね。隣のねバンの方はクレカ使えるっぽいことを言ってたっぽいんだけど、なんとなく大型バスにしました。あさっての朝7時半発で7時集合って感じでしたね。はい、ではフォールティタワーズホテルに戻ります。さっきターミナルの入り口から私を連れてきてくれた兄ちゃんたちが最後ドリンクがなんちゃらとか言ってて、正直よくわかんなかったんですけど、ドリンクをおねだりしてたのか何なのかちょっとよくわかんなかったんですけど、とりあえず何もされずにというか追加料金とかなく終わりました。はい、チェックインしましたのでルームツアーします。かなり狭いですね。で、ここの入り口入って、ベッドが2つある感じ。で、エアコンがあって、セーフティーボックスちっちゃいけどあります。で、あと無料の水が2本置かれてますね。あとはもう水回りだけって感じ。洗面所、トイレ、で、あと、シャワールームですね。アメニティは石鹸1個あるだけです。Wi-Fi は 8.5Mbps で、弱いけど、あるだけいいですかね。部屋の中は狭いんですけど、ホテル自体はめちゃくちゃ敷地が広いんですよ。このドアの前がもうこんな感じなんですよね。敷地の中紹介します。ドミトリールームもあるらしいですね。節約派の方は、ここのドミトリーに泊まるっていうのもいいと思います。場所がほんとここいいんですよ。さっき私も行きましたけど、バスターミナルも近いし、結構どこへ行くにもおそらく行きやすいんじゃないかと思いますね。ここがホテルの敷地の入り口になりまして、で、すぐ横、ここがレセプションでした。ちょっと進むと、ここがレストランになっていて、朝食もここでいただけるそうです。かなり広々としてますね。で、バーもあるって言ってて、あそこがバーですね。で、こちらには、なんと、プールまでありますね。で、ここがマッサージルームって言ってましたね。で、ここがさっきの庭園ですね。で、これキャンプファイヤー的なものもできるので、陽キャなドミトリールームに泊まるような方は、ここでみんなで楽しむのかもわかりません。で、ここが共用のキッチンですね。コンロとかもあるから、ここを使っていいよって感じらしいです。で、この広々とした庭園っていうんですかがある感じですね。この真正面が私の部屋になります。いや、広いね、ほんと。向こうにも部屋あるんだ。こちらのフォールティタワーズゲストハウスに2泊します。2泊朝食付きで 16,854 円でした。朝食付きならそんなもんすかね。それで今後の予定なんですけど、もちろんザンビア側でもビクトリアフォールズに行こうと思ってますが、明日行こうと思ってます。で、今日はちょっとゆっくりしようかなと思います。ザンビアの首都はルサカですね。ザンビアの通貨はクワチャというものになります。ちょっと今更ですけど。今日現在のですね、1クワチャ 6.20 円ですね。1クワチャ 6.20 円になります。今日のここリビングストンの気温、最高気温24度、最低気温9度。ジンバブエのビクトリアフォールズと同じですね。寒暖差が激しい感じになっております。それではですね、このホテルの道路挟んで向かい側にあったショップライトっていうスーパーマーケットで飲み物か調達しようと思います。このショップライトの中にハングリーライオンがありそうですね。ちょっと今日か、あそこか。今日か明日食べようかな。はい、ショップライトですね。あれだっけ、ガーナとかで行ったよね、確かね。お酒もいっぱい売ってますね。ハイネケンが170クワチャ。これびっくりしたな。170って1053円だから高えなと思ったけど、これ6本か。1本170円ぐらい。ペットボトルのコーラが12クワチャなんで74円ぐらい。まあまあ安いですね。ただあれか、ジンバブエ側の方が安いかな。水1本5クワチャですね。5クワチャ31円ぐらいだからまあ安いか。安いけどジンバブエの方がちょっと安いかな。野菜とか果物も新鮮な感じですね。いい感じ。冷凍食品もちゃんといろいろありますね。すごい、サンドイッチとか持ってる。いいね。今ショップライトで買いました。クレカタッチ決済で、支払いました。楽でいいですね。はい、宿に帰ってきました。で、ショップライトで買ったのがこれですね。でかいオレンジジュースと非常食のオレオ。ちょっと小腹空いたんでサンドイッチ。ジュース2本。全部合計で 107.95 クワチャですね。安いですね。時間は2時半なんですけど、ちょっと小腹空いたんで、今買ってきたサンドイッチを食いたいと思います。いただきます。まあ普通っすね。そういえば、エアロの eSIM でザンビアの買ってたんですけども、ビクトリアフォールズとか国境付近だと繋がらなかったんですけど、リビングストーンに入ったら繋がるようになりました。ザンビアの eSIM2 ギガ、買っておりまして、14ドルでした。はい、では夜飯の時間まで部屋の中でゆっくりしてようと思います。時間は夜7時6分になりました。夜飯なんですけど、ハングリーライオンで食べようと思います。こちらですね、ハングリーライオン。入ってみましょう。
なんかセットとかあるのかな。なんかセットあるね。もうよくわかんないから左上のビッグバイトフィーストにしようかな。注文はすぐ終わったんですけど、受け取るのに結構時間かかりましたね。まあとはいえみんなちゃんと働いてます。エジプトのギザのピラミッドとかスフィンクスの前にある KFC、 あそこの店員の数倍はちゃんと働いてます。ということでビッグバイトフィーストというセット、コールスローかな、あとドリンク何かコーラとかと選べて、私ファンタにしまして、ポテトとチキンが2つって感じですね。いただきます。割と念願だったハングリーライオン、ついに食えますね。こんなパッケージですね。アフリカで結構な国で普及してるらしいです。ではまずコールスローですね。いただきます。まあ日本で食べるコールスローとあんま変わんないけど、ちょっと甘めかな、タレが。全然うまい。続いてポテトフレンチフライ、かなりうまいですね。マックより太いけど KFC よりは中身が詰まってるというか、正直 KFC よりはポテト好きですね。ではメインのチキン、フライドチキンですね。いただきます。うまいうまい。断面汚くて申し訳ないですけど、まあ見た目はほぼ KFC と一緒で、味もまあ似てますね。ただ KFC より若干なんていうのかな、ワイルドな感じというか、ワイルドな感じの味がします。全然うまいです。ごちそうさまでした。お会計100クワチャでクレカ払いできましたね。ポテトがマジでうまい。なんだこれびっくりするぐらいポテトうまい。チキンは正直 KFC の方が好きだけど、近くに KFC ないけどそういうの食いたいっていう時いいかも。全然ありだね、ハングリーライオン。うまいうまい。7時40分に宿戻ってきました。もう目の前にあるから一瞬で帰ってこれますね。明日はいよいよザンビア側のビクトリアフォールズに行く予定です。ではおやすみなさい。おはようございます。6月25日です。朝食付きなのでこの宿の朝食いただきますが、思ったよりすごいちゃんとしてた。うまそう。いただきます。改めておはようございます。6月25日水曜日朝8時45分になります。今日はですね、ザンビア側のビクトリアフォールズに行きます。行くんですが、実はですね、まだ動画では喋ってなかったんですけど、この宿でツアーを申し込んでおります。で、どんなツアーかというと、エンジェルプールっていうところに行くツアーになります。そのエンジェルプールのすぐ近くにデビルズプールっていうのがあって、そっちの方が有名だと思うんですけど、今この時期、水量が多すぎて、デビルズプールには行けないというか、ツアーやってないらしいんですよね。で、ただ、すぐ近くにあるエンジェルズプールの方は、ツアーやってるということなので、申し込みました。もうこの宿に来る前から WhatsApp でやり取りしてて、で、申し込んで、昨日クレカで支払いました。料金は130ドル。それがですね、10時に集合、10時半開始のツアーなんですけども、ツアーのミーティングポイントがリビングストンアイランドローンチサイトというところで、ビクトリアフォールズの方なんですよね。そこまでは自分で行かなきゃいけないということなので、9時過ぎぐらいには出て、10時までにはそこに着けるようにしたいと思います。9時15分、ホテルを出ます。ちょっとゆっくりしすぎたから間に合うかな。ネット情報によると、このショップライトとかハングリーライオンがあるところの左側の区画にビクトリアフォールズ行きの乗り合いバンがあるって話を聞いた気がするんだけど、なんかそんな感じの様子はないっすね。もうちょっと北側、ビクトリアフォールズに離れた側だったような気もしたので、ちょっと行ってみます。しばらく北の方歩いたらガソリンスタンドがあったんですけど、この辺だった気がするんだけどな、違ったっけな。ネットで調べようとしたんですけど、ネットが遅かったんであんま分かんなくて、でただ私がシティバスステーションってとこに Google マップで保存してたので、そこかもしんないんでちょっと行ってみます。なんで保存したのか覚えてないんで本当にそこかどうか分かんないですけど、行ってみます。私がなぜか Google マップで保存しておいたシティバスセンターあたりに着きましたね。でもこの辺バンがいるからこの辺っぽいな。ちょっと聞いてみましょうか。今並んでるバンのところで、声かけたら20クワチャで行ってくれるっていう話ですね。安いな。ただあとはいつ出発して時間までに10時までに着くかどうかっていうところが問題ということで、ショップライトとかハングリーライオンがあるところのもうちょい北にあるシティバスステーション、 Google マップ上でシティバスステーションってなってるところで安くビクトリアホールズに行けます。9時38分出発しました。続々と人が乗ってきて15人ぐらい乗ってんじゃないかな。詰め込みすぎぐらい詰め込んでます。
9時49分、リビングストーンアイランドローンチサイトというミーティングポイントを着きました。絶対間に合わないと思ったら間に合った。よかったここのはずですね。ここのはず。ローンチサイトとかっていう表記はないけど、ここのはず。この建物からまず船でエンジェルプールに向かうはずですね。昨日支払いをした時にもらったバウチャーを渡したらやはりここで良かったです。ちなみにここでウォーターシューズを有料で貸し出ししてくれるので、普通の靴で来ても大丈夫。私はクロックスなんで不要。なんか確か50クワチャって言ってた気がします。思ったよりちっちゃいボートで行くみたいですね。今船に乗り込みました。図らずも先頭に乗ってしまったみたいです。いやー、いいっすね。ちょっと寒いけど、ビクトリアフォールズの水源と虹が見えますね。いや、結構スピード出すんだな。いや、気持ちいいこのボートはここで止まるみたいですね。あ、ここがリビングストーンアイランドなんですね。ここから 100m 歩くぞってことで、リビングストーンアイランドのウェルカムドリンクだそうです。じゃあウェルカムドリンクいただきます。いただきます。酸っぱい。よくわかんないけどまずくはないです。はい、ウェルカムドリンクいただいたところでリビングストーンアイランド歩いてます。モーニング。 100m ぐらい歩くってさっき言ってましたね。あと言い忘れてましたけど、結構でかいバスタオル、無料で貸してくれるみたいですというか借りました。ここが朝食会場らしいんですけど、ここで荷物、カメラとか携帯以外は、置いていけって感じで、上も私脱ぎました。はい、ということでみんな水着になりまして、おそらくいよいよエンジェルズプールに入るんだと思われます。この辺めちゃくちゃ滑る道なんですけど、もうここかな、エンジェルプール。おそらくもうビクトリアフォールズの水しぶきでめっちゃ濡れちゃいましたが、エンジェルプールですね。すげえ、ここ入るの怖っ。すいません、また曇っちゃってますが、ごめんなさい。これエンジェルプールじゃなくてデビルズプールの方でした。だからここは入らないみたいですね。エンジェルズプールから見るビクトリアフォールズ、すげえ。改めてここがエンジェルズプールですね。いや、すごいすごい。さっきちょっと見たデビルズプールの方が有名だし、怖さで言うとそっちの方が怖いんだと思うんですけど、ここから見る景色はエンジェルズプールの方がいいっすね。めちゃくちゃ滝が綺麗に見えますね。ではエンジェルズプールの中に入っていきます。中にまで入ってきましたよ。いや、すごい。なんじゃこりゃ。すげえ、こんなことになるのね。やばすごい。いや、怖いよこれは。超楽しそうだけどめっちゃ怖いねこれ。やばい。怖え、怖すぎる。怖え。怖え、怖えよ。うわー、怖い。360度カメラでどれぐらい撮れてたかわかんないですけど、超怖い。これでなんていうんですか、アクティビティ的なものは終わりで、あとは朝食付きなので朝食をいただいて終わりになります。朝食ホテルで食ったけどね。いや、最高の気分です。
130ドルの価値はありますね。危なすぎて日本じゃ絶対無理で、こんな。で、朝食はこんな感じですね。で、おかゆかベーコンラップを選べて、で、私はベーコンラップの方を選びました。めちゃくちゃうまそう。ベーコンラップの断面がこんな感じになってて、ミートパイのベーコン版みたいな感じかな。これがね、めちゃくちゃうまいね。すごいわ。では、リビングストンアイランドを離れますね。またボートに乗って帰還します。はい、ではリビングストンアイランド離れました。ボート出発しました。はい、ということで11時55分にスタート地点に戻ってきました。このザンベジ川の水、これ全部がビクトリアフォールズで下に落ちていくんですよね。そう考えると、感慨深いです。今のそこのショップでですね、T シャツを買ってしまいました。25ドルですね。あまりの充実感に T シャツを即買いしてしまいました。財布の紐が緩むというのはこういうことですね。思いっきり実感してしまいました。ではですね、もうすっかり満足しちゃって、もう日本帰ってもいいやぐらいの気分なんですけど、まあ半分冗談ですが、今からザンビア側のビクトリアフォールズ公園の方に行こうと思います。で、ここリビングストンアイランドローンチサイトからザンビア側のビクトリアフォールズの入り口まで歩いて30分交通手段他にないからしょうがないね。歩いて行きます。しかしジンバブエ側でもそうだったけど、誰一人歩いてないようなところを私歩く感じになってますね汚いから映せないんですけど、めちゃくちゃでかいあるんですよ。この辺も多分なんか動物出るんだろうね。今目の前にもあったすごいでかいほんと象とかそのレベルじゃないのっていうようなでっかいですね。わけのわからない野生動物が出てくるんじゃないかという恐怖心はちょっとありますが、いい天気の中この道をずーっと歩くの悪くないですね。ついに野生動物を発見しました。そこに普通にシマウマがいるんですけど、いや立派なシマウマだな。シマウマが1匹だけいるってあんまり見ない気がするけど、1匹だけ。いや見事な島です。じゃあねー。20分ちょい歩いてきました。やっと人がいるような場所に出てきましたね。もうちょいかな、ビクトリアフォールズ。29分歩いてやっと着きました。ビクトリアフォールズ。ここでいいはずですね。Welcome to World Heritage Site ということで。ここはチケットオフィスか。よし。今チケット買いました。クレカで払えたんですけど、事前の情報だと20ドルって聞いてたんですけど、500クワチャーでしたね。20ドルよりちょっと高いな。まあいいか。なかなかでかい猿ヒヒがいるんだけど、でかいな。こいつがその気になったら俺やられる可能性あるわ。でかっ。どうやらこちらがエントランスのようですね。ジンバブエと比べてだいぶ地味めです。ザンビア側のビクトリアフォールズサイトマップということでこんな感じですね。私の昔の記憶だとなんか行けるとこもっと狭かった気がしたんですけど、結構ありますね。この辺がやっぱりメインどころになるんですけど、ちょっと一旦この辺行ってみようかなと思います。ボイリングポットかで、なんか今ちょっと隣に係員の方がいていろいろ説明してくれたんですけど、この辺から写真撮るのもいいよみたいなこと言ってたんで、こっちから行ってみようと思います。まだ早いんですけどダイソーのレインコートもう着込みました。準備万端です。さっきのボイリングポットってこれか。下るのに15分、戻ってくるのに25分かかるそうです。結構下るんだねこれ。帰りはきついかもね。この辺猿ヒヒが結構いますね。ジンバブエ側と違ってすごいいる。自分の想像よりも結構下りますね。なかなか道中ありそう。すんごい正直言うとちょっとめんどくさくなってきたな。ジンバブエとザンビアの国境にあたる橋が見えてきましたね。いや橋綺麗だよねやっぱり。今脇道に取れたらこんなとこがあった。すげえすげえ。どうなってんのこれ。すげえすげえ。もう15分以上歩いてるような気はするんですけど、終着地があとどれぐらいなのかとかさっぱりわかりません。これはどう理解したらいいんでしょうか。ここが終着地なのか、道があったはずなのにこうなってしまったのか、もともとこうなのかよくわかんないんですけど何道あんの。いやでもこれが道っぽいっすね。もうなんやねんこれ。おそらくですがもうすぐが終着地っぽいですね。さっきちょっと足岩にぶつけて血が出そう。やばい。どうやらここが終着地のようです。ボイリングポットということで、この下があるのか。すいません、下がありました。この看板の横はこんな感じになってますね。係員みたいな人がいました。とりあえず行けるところまで行ってみましょう。滑ったらやばい。いや水しぶきがすごい。あれが橋ですね。滝は見えないんだね。まあ景色いいっちゃいいけど、ちょっと正直期待外れかも。こんな感じか。ということで、終着地の滞在時間は15秒で終わりました。とりあえず上まで戻りましょう。やっと元の場所まで戻ってきました。
ということで次は素直に観光客がいっぱいいそうなところに行こうと思います。要は滝の方ですね。ちょっと歩いたらいきなりビクトリアフォールズ現れました。すごいな。いやーいいっすね。すごいすごい。ジンバブエ側だとこっちの方って見えなかったんですよね、水しぶきで。ここはザンビア側でしか多分見えないんじゃないかな。ザンビア側のビクトリアフォールズもいいっすね。もうすぐに水しぶきがすごいです。こっちも階段があるんだね。ザンビア側は高低差激しい。そして滝の水源、うわすげえ、わわわわ。いや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 、この水源ほんと煙が立ち込めてるみたいじゃない？すごい、やばい、なんじゃこりゃ。すげえ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 。相変わらずすごいとこいるんですけど、ここの橋、これって確かあれだよね、アベマ TV でひろゆきと俳優の東出さんが来てた場所ですよね。ここちょっと感動、嬉しい。でこの橋渡ったらどうなっちゃうの？なんかとんでもなく濡れそうなんだけど、ちょっと怖いけど行こうかな。これほんと渡っていいやつなの？怖いんですけど。いや、なんじゃこれ。いやすげえすげえすげえ。いやもう何も見えないよ、何も見えない。いやこの橋がこう崩れたら100%死ぬ。この橋の整備とか誰かしてんの？あっちはブリッジ。いやとんでもねえ、ここはやばいやばいやばい。あの橋渡りきりましたけど、とんでもなく濡れた。レインコートしてんのに T シャツもびっちょびちょ。そしてデンジャーポイントということですね。もうこれは行けって言われてるようなもんですね。デンジャーポイントというのがどういうところなのかすごい楽しみです。ここデンジャーではないけど、ビクトリアフォールズブリッジがめちゃくちゃ綺麗に見える場所が出てきましたね。ということで次行ってみよう。再びビクトリアフォールズ側に来たようですが、水源がすごくてほとんど見えませんね。ここもすごいけど、でもまあかすかに見えるかな。すごすぎるっていう難点があるね、観光するにあたっては。なんていうかこれもう地獄みたいになってない？とんでもないことになってるね。やばいやばい。台風以上の豪雨が降り注いでおります。やばい、なんじゃこれ。ここがデンジャーポイント多分。それでは再びこの地獄のような橋を渡ろうと思います。すごいここマジで。デンジャーポイントより水が来るよ。すげえ。上の方まで戻ってきました。滝の横の方まで行けるっぽいので、最後そちらへ行こうと思います。そしてジンバブエ側にもいたリビングストーンさんですね。こっちの方がちょっとちっちゃいな。滝の横側に近づいてきました。多分もっと近づけると思うんだけど、こっからでもいい感じですね。水源の舞い上がり方が半端ない。こっち側の終着地はどうやらここみたいですね。滝の上まで来ちゃったな。いやでもまあすごいですね。で一応この先もザンベジ川沿いをもうちょい行けるみたいだけど、まあまあここまででいいかな。ザンベジ川があそこを切れ目にもう全部下に流れていきますね。はい、それではビクトリアフォールズ公園を出たいと思います。帰りの足なんですけど、今声かけられて200クワチャって言われて10ドル乗るわけねえじゃん昨日はねボーダーから2ドルで行けたんですけど、まああれはちょっと運が良かったんで、5ドルぐらい、100クワチャ以内だったらまあいいかなっていう感じですね。このおっちゃんに声かけられて最初100クワチャって言われたんですけど、シェアなら50でいいよってことだったんで、まあ50ならいいやってことで50クワチャで連れてってもらおうと思います。速攻で人が集まったようで2時25分出発です。はい、ということで2時39分ホテルに戻ってきました。フォールティタワーズですね。いやしかし最高の気分ですねジンバブエ側でも同じようなこと言ってたと思うんですけど、いや最高っすわ。時間は夕方4時50分になりました。まだ早いんですけど、夜飯食いに行こうと思います。近くにインド料理店があるみたいなんですよね。アフリカでインドカレーかよっ
っていうツッコミはあるかもしれませんが、なんか妙に食いたくなったので、インド料理店でディナーにします。ホテルから歩いて14分という風に Google マップで、出ました。この道沿いにあるみたいなんで、歩いていこうと思います。このザ・ゴールデンリーフっていうとこですね。ここがインド料理らしいです。入ります。メニューはこちらになりますが、もうとりあえずカレー食わせてください。カレー食います。ベジタリアンとかいろいろありますね。まずザンビアのビールだというモシというビールをいただきました。ラガービールですね。これ30クワチャでした。安いですね。であと食べ物はチキンティッカマサラのカレーで、あとガーリックナンを頼みました。じゃあモシいただきます。キンキンに冷えてやがる。いや、いいレストランですね。もうビールが冷えてるだけでそう思うので、モシの味はあんま好きじゃないです。はい、来ました。これがチキンティッカマサラですね。で、こっちがガーリックなんです。もうね、もうめちゃくちゃインドの匂いがするよ。めっちゃいい匂い。いただきます。まずカレーのルーだけいただきます。うめえ。インドカレーだわ。でガーリックナン、これもちょっと一旦これだけで食べます。ガーリック効いてるね。うまいわ。ナンにカレーをつけて、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。2回行ったけど。そしてでっかいチキンいただきます。もうめちゃくちゃうまいわ、マジで。なんだこれ、めちゃくちゃうまい。ほんとインドの高級店で食べるカレーともう変わんない。美味しい。複雑なスパイスが絡み合ってますね。でこんな大きめのチキンがゴロゴロと入ってます。ごちそうさまでした。お会計346クワチャだったんですけど、チップはって聞かれたんで、切りよく34足して380クワチャでした。いやしかしマジでうまかったです。涙が出るかと思った多分インド通の人でも、料金面以外は満足できるんじゃないですかね。それぐらい味は良かったです。はい、すっかり暗くなっちゃいましたが、宿に無事に帰ってきました。で今実は向かいのショップライトスーパーで明日の朝飯になるもん買おうと思ったんですけど、いきなり停電になってで停電は数分で復旧したんですけど、なんか全然レジが稼働してなかったんで、もうめんどくさくなったんでやめました。明日は首都ルサカへ行きます。おやすみなさい。おはようございます。6月26日木曜日、朝ちょうど5時になります。今日はルサカへバスで向かいます。7時半のバスで、7時ぐらいにはバスターミナルにいてくれって言われたので、6時40分45分ぐらいに出ようと思っております。この宿チェックアウトするので、いつものように5点満点中で評価したいと思うんですけど、3.5 でお願いします。で、この場所のいいところはもう立地が完璧ですね。もう正直ここよりいい立地ってあるのかなっていうレベルですね。リビングストーンの中では。部屋はちょっと必要最低限ですけど、朝食も意外とちゃんとしてて美味しかったです。悪い点としては、もうまずとにかく虫が多いんですよね。一昨日スーパー行った後、数時間動画上飛んでると思うんですけど、その間ずっと部屋の中で虫と格闘してました。部屋の中に殺虫剤が用意されてるんですけど、そいつを使って蚊とかを含めて10匹以上の虫を殺しましたね。そこはかなりマイナスポイントですね。で、あともう一個でかいマイナスが、エアコンあるんですけど、冷房と送風とドライしかないんですよ。暖房がないんですよ。今がたまたま寒い時期っていうのもあるんですけど、もう朝晩がめちゃくちゃ冷え込むので、暖房さえあれば快適だったんですけど、それがないんですよね。だから今も結構寒いです。ということで 3.5 点になります。6時41分、宿チェックアウトしました。一昨日チケットを買ったバスターミナルへ行きます。はい、バスターミナル着きました。歩いて10分ちょい。いや、しかしね、まだ日の出前だからめちゃくちゃ寒い。きついきつい。はい、こちらのバスになりますね。もうバスいました。で、シャロムというバスになります。7時半発ですね。で、所要時間は7時間って言ってました。ではバスに乗り込んでいきます。私の席は33番。